いけいけいけ頑張れ山田お前の秘密基地。いけいけいけ頑張れ山田あっちゅう間に漏れ。こんにちは、アラフォーおっさん山田です。山梨県の中古の家を購入して裏庭に秘密基地を作っています。今回はこの土地の説明と自己紹介がてら動機をお話しします。中古の家を5年前に購入しました。前の家の持ち主さんは裏にも土地を持っていて、その土地を管理ができないのでもらってくださいとのことで、断ることもできましたが裏の土地が放置されるのでもらいました。そして5年放置しました。それでは荒れ果てた裏庭を紹介します。裏庭は石垣で6段の段々になっています。まずは1段目。こちらは家を買った当初は焼き芋をやったりしてワイワイと遊んでいました。2年目以降、どんどん草が生えてしまってこのありさま。そして、もともと蔵が立っていた2段目。冬に上の段から竹やら木を切ったらここにぶん投げています。防草シートを貼ったりしたんだけど、防草シートを破って草だらけです。3段目以降は階段があって登っていきます。階段を登るとそこは竹で覆い尽くされています。冬の間に年数回は1メーター切りをしていますが、なかなか減りません。家を購入してから5年経ち、草がどんどん迫ってきています。おっさんになってしまった今日この頃、なんとなく忙しさばかりで仕事をして帰ってご飯を食べて寝る。生産するものといえばうっこばかり。昨日と同じ今日と同じ明日を過ごして1万日も過ごしゃ棺桶に片足入る。本当にそれで良いのか。バカボンのパパでもそれで良いのだとは言わないだろう。何のために生まれて何をして生きるのか答えられるようになりたいアラフォーおっさんです。そんな思いで自分を振り返ったところ、やっぱり子供の頃にやった秘密基地作りは楽しかったよな。いつか暇になったら秘密基地作りたいななんて言ってるとそのいつかは来ないまま終わってしまう。せっかく買った中古の家の裏が自然いっぱいの裏山なんだから自分も子供も近所の子供も遊べるところにします。秘密基地作りの第一歩は草刈りですが、草だけでなく鉄やらブルーシートが散らかってる。まずは草刈りをしやすいように大きいものを隅っこに追いやります。マキタの草刈り機で草刈りしていきますが、草刈り機の購入で失敗エピソードをお話しします。私が使っている草刈り機はマキタの 18V バッテリーで動く MUR190UDZ というモデル。両手でしっかり持てる U 字ハンドルを買いました。この他にハンドルが円形で自由に使えるループハンドル。直接シャフトに設けられた2つのグリップ3種類の草刈り機があります。そんな広いわけじゃないし細かいところも多いからループハンドルにすればよかった。今は2分割にできて先端部分をいろんな機能のアタッチメントに変えられる充電式スプリット草刈り機 MUX18D が欲しい。先端を草刈り機、芝刈り機、高木を剪定するポールソー、生垣の剪定をするトリマなどに切り替えられます。我が家の保管スペースは狭いので2分割にできるのも良い。現代では当たり前にあるし Amazon で簡単に買える世の中だけど、昭和生まれから考えたら4次元ポケットに入っていてもおかしくないよね。U 字ハンドルの利点もあって平面の草刈りやすくて素人でもあっという間に枯れちゃいました。作業している時には気づかなかったけど鳥の鳴き声が響き渡っていて心地よい。そんな中やる気満々で気合い入れて草刈り機をぶん回していたら竹が邪魔。さて再開と思ったら何かいろいろ隠れていて地にはでかれない。高めに買って草をどかしてみると中から出るわ。レンガが1つ2つ、ブロックが1つ2つ3つ4つ。数年前に挑戦したロケットストーブの残骸をコロコロ。残骸を片付けられたところでようやく草刈りも一気にできる。草をまとめて竹は隅っこにまとめたら結構すっきりしました。1段目の作業場の整備はこれで一旦完成。絶望の草刈りもやればしっかり終わる。小さなことでも成功体験って大事ですね。実はこいつ結構な厄介者なんです。視聴者のみんなに教えてもらいましたが庭漆という木。名前に漆とついているのでかぶれてしまうのかと思いきや、庭に植えても大丈夫な漆に似た木という意味で名付けられました。成長がとにかく早く、ほっとくとあっという間に巨木化します。幸い中身はスッカスカなのであっという間に切れます。楽勝な木だと思いきや切った場所から次々に生え出したり、ちょっと離れたところにも生えていることがあります。小さいうちに処理しておかないととんでもないことになります。これからも見かけ次第に引っこ抜くか切っていきます。草が生い茂っている2段目に突入です。この辺りに生えている草はヨモギかな。
保育園の頃によもぎ餅を作る日があって、近所のおばあちゃんに協力してもらいながら作った覚えがあります。あのよもぎ餅は最高に美味しかったな。私が通っていた保育園は裏が山で、周りは畑と田んぼに囲まれていました。秋に近所の畑へ行ってさつまいも掘り体験をさせてもらいました。今思い返すとどんなシステムで芋掘りをさせてもらえていたのか。田舎のおばあちゃんの心意気だけでやれていた行事だと思います。あの頃は本当に恵まれた環境で育ててもらったんだなぁとおっさんになるとしみじみ思います。ちょっと触ると手が切れそうな草ももっさりと生えている。軍手を常備していれば良いのですが、稀にやる気を出した時に限って軍手がない。なんてことがあります。面倒がらずにホームセンターへ行ってちゃんと買ってくればいいのに、よくそのまま作業をしてしまう。若ければ多少の擦り傷切り傷もすぐに治りますが、おっさんになるとそうはいかない。些細なことも気をつけて作業していきたいものです。買った草を集めて下の段へポイッとしていく。もう一丁集めてポイ。ツタもちぎっては投げ、ちぎっては投げ。ノコギリクワガタの頭みたいな木が出てきた。これもポイッと。ある程度ポイポイっとしたらまた草刈り。重たいもんが出てきた。裏山の一部の土が崩れていて、それを止めるために置かれていただろうもん。それを見つけて山から下ろしてきたけど、ここで力尽きていました。錆びだしちょっと刺さりそうなところもあって、この門は怖いんだよね。しかもめちゃくちゃ重たい。どうしようもないからとりあえず下の段に落っことしておく。困った時は先送り。頼んだぞ、未来の俺。のっそりとやってきたおっさん山田。草だらけの2段目に内心絶望を覚えながらも、おきわき草は草ごとにまとめていきます。そしてここに来て気づく重大な要素。6月の作業でしたが蚊がすごい。秘密基地作り初心者のおっさんは藪の中に半袖で入って作業すると蚊にめちゃくちゃ刺される。そんな常識も知らないのであります。虫除けスプレーを気持ち程度撒いといて、あとは気にしないことにします。レシプロソーを装備して昔切ってきた木の長さを揃えて木を牙にまとめていく。最初は手のこで管理してた竹やぶだけど、さすがに作業性が悪くて買ったレシプロソー。18V バッテリーで動く一番安くて小さい JR184DZ を3年前に購入。ちょっとした木ならこれでバシッと切れちゃう。草は筋力で引っこ抜き、木はレシプロソーでぶった切り、竹は下にぶん投げる。去年に切った脱木もしっかりと草にうずもれている。二股になった木が出てきた。こんな形を見たらやってみたい筋肉バスター。簡単に折れるかと思ったら意外に強い細い枝。バキッと筋肉バスターが決まったところで放り投げ、木、竹、草、ぶん投げてまとめた結果がこちら。やればやっただけきっちりまとまっていく。まだ草がもりもりしてるけど頑張れ未来の山田。このチャンネルでは荒れ果てた裏庭をアラフォーおっさんが秘密基地にする作業を動画にしています。チャンネル登録や高評価、コメントなどもくっつき虫だらけのおっさんにいただけると嬉しいです。動画内で使ったものは概要欄に商品リンクがあります。気になったものがありましたらそちらからどうぞ。荒れ果てた裏庭を秘密基地にしている。あなたを思ってここまでやってきた。土手の桜も咲き誇る時期を迎えて、向かう場所が